他人を疑って生きていくくらいなら裏切られた方がましだ。これは俺が会社を去った日にとある人物に言い放った言葉だ。俺の名前は木田晴信。国内シェアトップの大企業に運よく就職し、これでようやく親孝行ができると喜んでいたのだが、入社したのは地味猛量の巣窟だった。社内競争が激しい会社で、同僚たちは笑顔の裏で足の引っ張り合いをしているのだ。さらに社内にはいくつか派閥がある。派閥に属していないと自分の身を守れないので、俺もしぶしぶ所属しているが、この派閥同士の争いがかなり激しく、裏切り裏切られなんていうのは日常茶飯事なのだ。俺は争い事が嫌いなので、こんな社風にへきへきしている。毎日精神を削られる思いだ。でも転職する余裕もないくらい毎日が忙しくて、この環境に慣れるしかなかった。そんなこんなでなんとか乗り越えつつ数年が経過。すっかり新入社員気分も抜けていた俺に初めての部下ができた。後輩の名前はクリア。俺とは別の派閥に所属しているらしいと前情報をもらい、かなり警戒していた。だが、はじめまして、よろしくお願いします先輩。クリアはにこりと人好きのする笑顔を向けて元気よく挨拶をしてくれた。うちの会社ではあまり見ないタイプだ。クリアの笑顔と柔らかい物腰にだんだんと俺の警戒も解けていく。前から思ってたんですけど、派閥争いの文化はおかしくないですか？みんなで協力して会社を良くしていけばいいのに。クリアが思わず漏らした本音に、俺はその通りだとうなずいた。聞いた話によると、クリアも俺と同じくしぶしぶ派閥に属しているらしい。思わぬ同志を見つけて、俺とクリアは一気に距離が近くなった。だが、社内情報漏洩の通報があった。それと合わせて、犯人は君だという密告も受けている。俺はそんなことしていません。ある日突然、情報漏洩の濡れ衣を着せられてしまったのだ。いくら身の潔白を訴えても誰も聞いてくれない。それどころか身に覚えのない証拠が次々と出てきて、とうとう言い逃れができなくなってしまった。問題が大きくなり、上司から退職を勧められる。もうどうすることもできず、辞表を提出したが、事実上のクビだ。荷物をまとめて会社を去ろうとした俺の背中に、クリアが声をかけてくる。先輩、辞めちゃうんですね。クリア、すまん。お前の教育の途中だったのに。こんな簡単に罠にはまるなんて、先輩ってちょろいですね。え？俺を貶めたのは、最も信頼していた後輩だったのだ。クリアは俺が所属する派閥を潰すために派遣され、裏で暗躍していたそうだ。俺の首は派閥潰しの一環で、少なからずダメージを与えることに成功したと、クリアは歪んだ笑みを浮かべながら言った。先輩、あなたって本当お人よしすぎます。もう少し他人を疑うことを覚えた方がいいのでは？しかし俺は苦笑いを浮かべてこう返す。他人を疑って生きていくくらいなら、裏切られた方がましだよ。俺はお前に裏切られたけど、お前のことを恨んでいない。は？お前と過ごす日々は楽しかった。俺がお前を疑っていたら、楽しい日々は過ごせなかったよ。いい思い出をありがとうな、クリア。クリアは少し眉を寄せ、そのまま黙って立ち去っていった。さて、これからどうしよう。行くあてもなく、海辺をぶらぶらと散歩する。昔から海は大好きで、この海岸はよく訪れていた。だけど真冬の海は誰の姿もなく、少し寂しい。帰るか。駅に戻り、財布から定期券を出そうとしたが、ポケットに財布がない。
海辺を散歩している時に落としたのか。慌てて戻ると、そこにはボロボロの格好をした少女がいた。少女の手には俺の財布が握られている。それ俺の財布なんだけど。少女の見た目は不老者のようで、もしかしたら俺の財布を盗もうとしているのではと一瞬疑ってしまう。だけど少女はパッと顔を輝かせ、素直に財布を渡してくれた。さっきそこに落ちているのを見つけたの。警察に届けないとって思ってたんだけど、よかった。もう落としちゃダメだよ。クリアに、人を疑うくらいならと啖呵を切ったのに、俺はこんな素直な子を一瞬でも疑ってしまった。反省の意味も込めて、近くのコンビニで肉まんを買い、少女に渡す。いいの？うん、一緒に食べよう。よほどお腹が減っていたのか、少女はあっという間に肉まんを平らげてしまった。俺の分はまだ半分残っていたので、少女に残りを渡す。それもきれいに平らげて、少女は俺に向かい、深々と頭を下げた。お兄さん、ありがとう。こんなに優しくしてもらったことなんてないわ。そういった少女の目には涙が浮かんでいた。不老者のような見た目と、こんな寒い日に一人で海辺をさまよっている状況を考えると、少女はあまりいい環境で育っていないのだろうと推測できる。帰るなら送っていくよ。帰りたくないなら警察に。いいの。私は大丈夫。他人がこれ以上首を突っ込むわけにはいかない。後ろ髪を引かれつつ、その場で少女と別れる。お兄さん、また会おうね。約束だよ。打ち寄せる波の音にかき消えそうなくらい、少女の声はか細く聞こえた。冬の海での出会いから10年後、会社をクビになった俺はアルバイトを転々。今は海辺の民宿で働きつつ、ライフセーバーのボランティアをしている。もともと海が好きで泳ぎも得意だった。好きという感情だけを原動力に必死にバイトをして金を貯めてライフセーバーの資格を取得。誰かの役に立つ仕事というのは素晴らしい。前の会社よりこちらの方が俺の性に合っている。ただあくまでライフセーバーはボランティアなので、生きていくためのお金は民宿の仕事で賄っているという状況だ。この民宿から見える海は、あの少女と出会った海。去り際に少女が言ったあの約束の言葉がずっと頭から離れず、海の近くで働いているのだ。だけどまだあの少女と再会できていない。はっきりと約束したわけじゃないし、もしかしたらあちらは忘れているかもしれない。だけど約束を放置することもできず、こうして海の見える場所で待っているというわけだ。その年は台風が多い夏で、海も荒れている日が多かった。いつもより事故が多く、俺の出番も比例して増えていた。その日もお客さんから女性が沖に流されたという通報を受け、急いで向かう。だけどいつもとは違う展開になりそうだった。助けに来ましたよ。さあ捕まって。ありがとうございます。水上オートバイに乗り、女性を救助する。そして女性と目が合うと、お兄さん？あの時の。あの日から10年以上経っていたけれど、その女性の顔にははっきりと面影が残っていた。この海辺で一緒に肉まんを食べたあの少女がそこにいたのだ。救助を終え海辺に戻ると、女性が俺に抱きついてきた。お兄さん、会いたかった。ちょっと離れて。あの日から立派に成長した少女は、すっかり女性の体つきになっていた。水着の状態で抱きつかれると、かなり恥ずかしいのだが。麗華、大丈夫か？連れの男性だろうか。こちらに慌てて走ってやってくる人がいた。その顔を見て、俺は再び驚く。クリア？
先輩。今日は懐かしい顔をよく見る日だなと混乱する頭の片隅で思った。一旦落ち着くために俺が普段働いている民宿に2人を案内する。テーブルにつき一息ついたところでクリアから事情を説明してもらった。こいつは俺の妹でレイカって言います。レイカさんとクリアはとても仲のいい兄弟だったが、幼い頃に両親が離婚し離れ離れになってしまう。クリアは父親が引き取り、レイカさんは母親に引き取られたそうだ。だが父親はとても厳格な人で、はっきり言って父親という役割を果たしてくれませんでした。興味があるのは俺の成績だけ。俺個人のことは全く興味がない様子でした。そしてレイカさんも過酷な環境で育つ。母親は浮気性な人で、離婚してからは病的なまでにひどくなってしまった。男と会うためにレイカさんを家に放置し、ほぼ育児放棄のような状態だったらしい。その上母親はろくに仕事をしておらず、離婚時の財産分与とレイカさんの養育費を頼りに生活していた。このため生活は困窮し、幼い頃のレイカさんはろくにご飯も食べられなかったのだ。母との生活が嫌で家を飛び出したんです。その時にあなたとこの海で出会ったんです。あの日レイカさんは兄のもとへ行こうと、うろ覚えの住所を頼りに家を飛び出した。しかし途中で迷ってしまい、俺と出会ったのだ。あなたにとても優しくしてもらって勇気をもらいました。絶対兄に会うんだと町中をうろうろしたんですよ。俺に肉まんを食べさせてもらったおかげで歩き回る体力も確保できたらしい。そして夜遅くになり兄と再会。そのままクリアはレイカさんを引き取ったそうだ。俺はレイカと暮らすため、どうしてもあの会社で成り上がる必要があったんです。レイカが俺を訪ねてくる前に、風の便りでレイカのひどい暮らしぶりを耳にして、一日でも早くあの会社で確固たる地位を築く必要がありました。もともとクリアはレイカさんを引き取る心づもりだったらしい。そのために勉強に励み、大企業に就職したのだ。レイカに不自由な暮らしはさせたくない。できることなら大学まで出してやりたいって思った時、必要なのは金でした。金を得るために俺は何でもやった。先輩を裏切ったのも金のためなんですよ。クリアがうつむきながらそう告白する。レイカさんは兄を気遣うように背中に手をやり優しく撫でた。兄から事情はすべて聞いています。兄はとても後悔していました。だからといってあなたの人生が元通りになるわけではありません。兄は許されないことをしました。そしてレイカさんは突然その場に膝をつき土下座する。全部私のせいなんです。私を引き取るために。責めるなら私を責めてください。違う、全部俺の責任だ。レイカさんの腕を引き立ち上がらせると、今度はクリアが土下座をした。俺の判断で先輩を罠にはめました。俺が先輩を引きずり落として人生をめちゃくちゃにしたんです。お兄ちゃん。幼い頃の妹に唯一優しくしてくれた恩人に、俺はなんてことを。煮るなり焼くなり好きにしてください。覚悟を決めたようなクリアの言葉に、俺はちょっと笑ってしまった。いくつか誤解しているみたいだけど、まず俺はお前に人生めちゃくちゃにされてないよ。今俺は人生で一番充実した毎日を送っている。それと俺はお前を恨んでなんかない。会社をクビになった日も言ったよな。忘れたのか？でも、お前が心底冷血漢じゃないっていうのは知ってたよ。俺に向かって人を疑うことを覚えた方がいいって言った時のお前、泣きそうな顔してたもん。その言葉に
クリアが驚いた顔を見せる。彼の事情はある程度把握していた。俺を罠にはめたのはクリアだろうなというのもなんとなく分かっていたので、彼の自供にあまり驚かなかった。所属派閥の上の連中の命令に逆らえず、クリアは俺を罠にはめたのだ。だからお前のせいじゃないよ。あえて誰かのせいにするなら、派閥の上の連中だけど、さっきも言ったように、俺はこの生活に満足しているから、誰も恨んでなんかいないんだ。そう言うと、クリアは泣きそうな顔になりつつ、苦笑いを浮かべた。先輩って本当お人よしですよね。そうだな。でもそういうところが好きですし、尊敬しています。そして俺たちは笑顔を浮かべて笑い合った。あれからクリアは社内の改革に努めているらしい。人を疑ったり蹴落とすのではなく、みんなが協力し合って成長していく会社にします。改革は容易ではないが、クリアならきっとやり遂げるだろうと信じている。出会いの夏が終わり、秋が過ぎ、再び冬が訪れた。あの日、レイカさんと出会った海は、寂しい冬の海だったけれど、今年は寂しくなんかない。海を眺める俺の横には、レイカさんとクリアがいる。不思議な縁でつながった3人で、寂しい冬を乗り越えていくのだ。